今日は大根の生姜醤油漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、大根の生姜醤油漬けを作っていきたいと思います。今回はですね、体が温まる生姜をたっぷり入れてポリポリ食感の大根漬けに仕上げていきたいと思います。大根をね、ポリポリ食感に仕上げる方法などもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、生姜、唐辛子、お醤油、みりん、お酒、お水、お酢、蜂蜜。今回はこちらの材料で作っていきます。まず大根なんですが、こちら今の状態で約 400g になります。こちらは目安にしてみてください。そして味付けのポイントです。今回は蜂蜜を使っていきます。蜂蜜の甘みを加えることでとても味わい深い仕上がりになります。ただもしね、蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してみてください。お酒に関しましてはこちらは塩分の入っていない清酒になります。それでは早速作っていきたいと思います。では早速作っていきます。まずですね、大根をだいたい5センチ幅に切ってください。そしたらですね、大根の皮を厚めに剥いていきます。こうして見ていただくとわかるかな。ちょっとね、この縁の部分に点々がついてるのわかりますかね。このね、ちょっと筋っぽくなってる部分から皮を剥いていきます。そしたら剥いていきます。手を怪我しないようにね、剥いてください。はい、このぐらいですね、厚めに剥きます。このね、筋しい部分が残っててもボリボリ食感を楽しめるんですが、ここが残ってるとね、味が染み込みにくくなるので、今回は厚めに剥いて使っていきます。このね、余った大根の皮に関しましては、後ほど簡単な炒め物レシピをご紹介していきます。なので、この大根の皮は取っておいてください。では、こちらも剥いていきます。はい、このように皮を剥きます。そしたら今回は拍子切りにしていきます。まずこの状態で1センチ幅で切りましょう。こちらも同じように1センチ幅で切ります。1センチ幅で切ったら、あとは同じ厚みぐらいのものを揃えて、そしてまた縦1センチ幅で切っていきます。大根はこのように切ってください。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、大根はこれで OK です。今回はね、塩もみなどはせずに作っていきます。そしたらね、この大根はこのままバットに入れておいてください。はい、それでは続いて生姜ですね。まずね、生姜の皮をティースプーンなどを使ってこそぎ取っていきます。薄めにね、皮をそぎ取ることで生姜の香りをより残すことができます。はい、そしたらまずね、生姜をスライスしてください。ちょっとね、ガタガタするので手を怪我しないように切ってください。そうしましたら、あとはね、生姜を細切りにしていきましょう。はい、生姜はこのように細切りにしてください。では続いて唐辛子ですね。今回唐辛子を入れてきますが、苦手な場合はこちらを抜いていただいて大丈夫です。まずこちらを半分に切ります。そして種をね、取り除いてください。種を取り除いたら、あとはね、こちらを輪切りにしましょう。はい、唐辛子はこのように切っておいてください。スーパーにね、すでに輪切りのものも売ってますので、そちらを使っていただいても大丈夫です。それでは続いて漬けだれを作っていきます。まずフライパンにお醤油、みりん、お酒、そしてお水、そして蜂蜜を加えます。お酢に関しましては、この段階で入れてしまうと酸味が飛びすぎてしまいますので、後から加えていきます。それではこの状態でまず一度火にかけてください。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。このようにね、時折混ぜながら加熱しましょう。はい、このようにくつくつ沸騰してきました。そしたら火加減弱火にして、このまま30秒ほど一度ひと煮立ちさせてください。はい、 OK です。ひと煮立ちしたらここに大根を加えます。さらに生姜も加えてください。これで火加減中火にします。このまま一度沸騰させてください。漬けだれをね、しっかり醤油に絡めながらね、加熱しましょう。
こうしていただくと大根から水分が出て味がね染み込みやすくなります。さらに水分を出すことで日持ちも良くなります。こうやってね一回ちょっとね火入れしていただくと大根のポリポリ食感もアップさせることができます。はい、でこのようにねちょっとクツクツ沸騰してきたら火加減弱めの中火にします。そしてこのまま1分間火入れしてください。はい、1分経ったら火を止めます。火を止めたらですね、こちら保存容器を用意してください。このね大根と生姜をまず保存容器に入れていきます。こういったね網などで作ってください。このように作って入れてください。そしたらこちらの漬けだれですね。こちらは今ね大根の水分も出てる状態なので一度火にかけて沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにお酢を加えます。そしてこのままだいたい20秒くらいですね加熱してください。そしてお酢のねツンとした酸味だけを取り除いていきます。はい、 OK です。火を止めます。そしたらですねこちらの漬けだれは一度粗熱を取ってください。だいたい人肌程度ぐらいになるまで粗熱を取りましょう。この状態で大根にかけてしまうと大根のポリポリ感がね軽減してしまいますので、きちんと粗熱を取ってから最後大根にかけてください。それではですね、漬けだれの粗熱を取っている間に大根の皮を使った簡単な炒め物レシピをご紹介していきます。材料はこちらです。大根の皮、生姜、お醤油、お酒、お砂糖、だしの素、すりごま、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。大根に関しましてはこちら先ほどね余った大根の皮を使って作っていきます。あとはですね生姜も少し入れてさっぱりとした仕上がりにしていきたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね作っていきます。まずこちらの大根の皮なんですが、こちらきちんとね水洗いして水分を拭き取ってください。そしたらこちらをですね細切りにしていきます。はい、このように細切りにしてください。続いて生姜ですね。こちらね少量なので今回皮付きの状態で作っていきます。ただちょっと乾いてる部分があったら取り除いてください。はい、そしたらねこちらの生姜はみじん切りにしていきます。生姜はこれで OK です。それではね炒めていきます。まずごま油です。そしたら火にかけます。火加減は中火です。そしてまず生姜を入れてください。そして一度ね生姜の香りが出てくるまで加熱してください。はい、でこのようにじゅわじゅわっとして生姜の香りが出てくれば OK です。そしたらね大根の皮をすべて入れましょう。そして炒めます。少しねしんなりしてくるまで炒めてください。火加減はそのまま中火です。このようにね全体に油が回ったらここにお酒を入れます。そして少しねしんなりするまで炒めていきます。このようにねお酒のアルコールと水分が飛んで大根の皮がしんなりしてきたらここにお砂糖とあとはお醤油、そしてだしの素を加えます。そしてさっと炒めてください。はい、でさっと炒めたら最後仕上げにすりごまです。そして炒めましょう。はい、 OK です。これでね大根の皮の炒め物の完成です。こちらもねすごく簡単にできるのでぜひ合わせて作ってみてください。はい、ではね大根漬けに戻りまして最後仕上げていきます。まずですねここに唐辛子を入れてください。そしてこちら粗熱を取った漬けだれを回しかけます。あとはねこれをさっと混ぜてください。はい、 OK です。そうしましたら表面にピタッとラップを貼り付けてください。はい、そしてこのまま冷蔵庫で1時間漬け込みます。はい、1時間経ちました。ラップを取ります。このようにねしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これで大根の生姜醤油漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねしっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。大根の食感もポリポリです。今回また漬けだれがあるんですが、もし保存する場合は漬けだれを切って保存してください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。大根がポリポリでしっ
かり味も馴染んですごく美味しいです。結構ね生姜の辛みも効いてるのでピリッとした感じでちょっとね大人の味わいに仕上がってます。では続いてこちら大根の皮で作った炒め物もいただきたいと思います。ではいただきます。皮がすごくシャキシャキです。そして生姜の香りもアクセントになってて、さらにすりごまの甘みも効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大根の生姜醤油漬けのポイントです。まず大根なんですが、今回拍子切りにしてます。そうすることでポリポリ食感をしっかり楽しむことができます。この大根なんですが、皮を剥く時に少し厚めに剥いてください。そしていただくことで味が馴染みやすくなります。さらにですね、この大根漬けは塩もみなしで作れるので、とてもね手軽にできると思います。そして大根をね拍子切りにし終わったら、あとは生姜は千切りにしてください。生姜なんですけれども、皮はね厚めに剥くのではなくて、ティースプーンなどを使って軽めにこそぎ取ってください。そうすることでしっかりとね生姜の香りを残すことができます。そしてその後ですね、漬けだれを作るんですが、まずお酢以外の材料をお鍋に入れて、そして沸騰させてください。お酢に関しましては、一緒にね煮立たせてしまうと酸味が飛びすぎてしまいますので、こちらは後から加えるようにしてください。そして沸騰してひと煮立ちさせたら、大根とあとは生姜を加えて再沸騰させて、再沸騰してから火入れしてください。そうすることで味が染み込みやすくなるのと、あとはね大根の食感もポリポリに仕上がります。ただここで加熱しすぎるとポリポリ食感が軽減してしまいますので、注意していただけたらと思います。そしてその後はですね、大根と生姜だけを取り除いて、そして漬けだれは一度再沸騰させてください。こちらはですね、大根や生姜から水分が出ているので、必ず再沸騰して使うようにしてください。そして再沸騰したらお酢を加えて、そしてさっと混ぜたら一旦粗熱を取ります。熱々の状態で大根にかけてしまうと、またね大根に火が通ってしまいますので、必ずだいたい人肌程度で大丈夫なので、粗熱を取ってから大根にかけてください。そしてね、今回ね唐辛子も加えてます。ただですね、結構ね生姜の辛みも効いてますので、少し辛いのが苦手な場合は唐辛子は抜いて作っていただくといいかなと思います。あとはね、だいたい1時間ほどつけてから召し上がってください。この日持ちなんですが、だいたい3日ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。ただずっとね漬けだれにつけてるとちょっとね味も濃くなってきますので、保存する時は漬けだれを切って保存するようにしてください。もしねこの漬けだれを再利用したい場合は、必ず再沸騰させて使うようにしてください。そして今回はですね、大根の皮を使った炒め物レシピもご紹介しました。こちらもですねすごく簡単で美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大根の生姜醤油漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。